オックスアウトです。普段はソニーの α シリーズのカメラを使用して主に日常の体験を映画的な手法を取り入れて撮影するシネマティック Vlog というジャンルの作品を撮っています。僕がいつも大切にしていることは日常の体験そのものを楽しみながら撮影することです。被写体となる家族や友人は、まるで鏡のようで、僕が笑顔であれば彼らもおのずと笑顔になって素敵な作品にすることができます。さらに映画的な手法を取り入れることでエモーショナルな作品に仕上がるようにしています。これまでのスマートフォンの映像は誰が撮ってもある程度綺麗に見えるように、結構後処理が強くかかっていて、個人的に正直あまり満足のいくものではありませんでした。その点この Xperia Pro I は 1.0 型のイメージセンサーを積んでいるということもあって本デジ並みの映像を撮ることができ、作品性を追求することができるようになったと正直驚きました。具体的にはボケ感の向上や、日中でも広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれが軽減し、早朝の印象的なシーンも高感度センサーによって高い暗所性能でより高画質に収めることができました。サブカメラとして持ち歩いていた本デジの代わりがスマートフォンでできてしまうっていうのは、すごいですね。従来のスマートフォンのカメラアプリは誰でも扱えるよう非常に簡素で扱いやすくはあるんですが、プロやカメラを熟知している方にとっては歯がゆい部分っていうのも正直あったと思います。その点ビデオグラフィープロは手軽さを残しつつも ISO 感度やフレームレートの切り替えなど場面に応じて設定を素早く変えられるので、スマートフォンならではの機動性を生かして撮影することができました。カジュアルに撮影したいとき、ワンタッチでオートに切り替えができるっていうのもね、これはすごく便利でした。普段 Vlog スタイルで自撮りをしながら言葉で伝えるっていうことも多いんですけど、スマートフォンのインカメラでは、画質的にはちょっと厳しい。でもモニターしながら撮りたい。そんなわがままを叶えてくれるアイテムとして Vlog モニターは非常に画期的だと思いました。ポケットからさっと取り出して磁石でこっちにペタッとくっつけて背面の高性能なカメラでシームレスに Vlog スタイルに移行できるのは非常に便利でした。バリアングル液晶のような使い方もできるので簡単にローアングルやハイアングルの撮影もできました。僕がソニーの α を使っている大きな理由として瞳オートフォーカスやリアルタイムトラッキングなどのオートフォーカス性能の高さがあります。Xperia Pro I はそんな α の強みを受け継いだ非常に高いオートフォーカス性能で、人物にカメラを向けるだけで目にピントがしっかりと合うので構図やカメラワークに集中して撮影することができました。 4K120fps で撮影ができるっていうことにも正直驚きました。5倍のスローモーションは目では捉えにくい一瞬の風景を情緒的な雰囲気に仕上げることができます。この側面のショートカットキーからワンアクションでビデオグラフィープロが開くので、ポケットからさっと取り出して、一瞬のチャンスも逃さず撮影することができました。今回の撮影は旅行感覚で行ってきたんですが、Xperia Pro I はカメラの性能が高いので圧倒的に普段の旅行よりスマートフォンで写真や動画を撮影した数が多かったです。たとえ作品でなく自身が体験した日常の一コマでもリアルタイムかつハイクオリティに SNS に共有することができるので、そういった部分はクリエイターのブランディング的にも良いですし、Xperia Pro I だからこそできることだと感じました。作品撮りのサブ機や趣味や旅行も楽しみたい Vlog のような、カジュアル撮影にはすごく向いていると思います。高性能なカメラで場所を選ばずライブ配信をすることもきっと楽しいと思うので、仕事からプライベートまで活躍できる幅が非常に広いなと思っています。クリエイター気質の人ってプライベートなアウトプットもクオリティへのこだわりが非常に強い方が多いと思うんですが、そんな人はプライベートのメインカメラとしてこの Xperia Pro I が活躍してくれるんではないかと思います。Xperia Pro I はクオリティにこだわるクリエイターのためのカメラだと思います。